お疲れ様です。お疲れ様です。ザジーさんとお疲れ様です。乗っていますね。いやーね、お疲れ様です、うん、なんか一人で活動してるじゃないですか。ピン芸人じゃないですか、いやお互いそうじゃないですか。お互い様ですけど、なんか前長文ザジーさん載せた時に、はいはい、ピンでやるのはこういうとこがなんか不利だみたいなこととか大変だみたいな文章があったと思うんですけど、なんかもうちょっと詳しく知りたいなみたいな読んで分かったんですけど、どうなんですか長文をこの逆に、はい、いやラップやってて本当にグループ憧れ強い、羨ましいとか絡んでる、なんだろう、フィーチャリングっていう文化があるんですけど、その曲に別のラッパーを結構ね皆さんやってはりますよね。そう、呼んで曲を作る、実際その一人で一曲作る時と、フィーチャリング呼んで半分くらいその人に書いてもらうというか、ラップしてもらうと、もう作業量も半分なんですよねそうね、楽になるし、相乗効果でなんか伸びる曲が、この2人がコラボしたんだ、聞いてくれる、ね、人の意外とか、なんかそれでみんな楽しむみたいな文化あるんですけど、なかなかなんかこうなんというのかな、呼ばれづらいところもあるし、そういう数が少ないし、横のつながりもそんななくて実際なんか基本声かけたらいいじゃないですか。声かける時もあって、自分の曲に呼んでやるみたいな時もあるんですけど、なかなかね、なんか難しいなみたいなところあって、割となんていうのかな、オルタナティブという言葉あるんですけど、ジャンルとして、なんかこう今あるメインのものじゃないみたいな、なんかそういう位置づけ、ジャンル、にあるんで、オルタナだよねみたいな、すごい独特だよねとか、なんかめっちゃ個性あるよね、世界観あるとか、なんか褒め言葉のような感じですけど、よく言われるんですけど、もう表裏一体っつうか、いいけどみたいな、いいけどそれはなんかつながりとか作ってないみたいな意味でもあるし、周りとなんていうのかな、周りとの折り合いをこうつけれない人みたいな意味もあると思う。だから結構似てるんですかね。だから僕もそのめちゃくちゃ孤高のピン芸人って言われるんですよいやピン芸人なんて全員孤高やろって思うんですけど中でも孤高らしくて、キャッチフレーズみたいに書かれるってことですか？よく台本とかにウケる、孤高のピン芸人って書かれてて、孤高のピン芸人確かに一人、みんな一人なのに、一人の世界の中でもトップオブ一人みたいな書かれ方をする。でもなんとなく分かりますよね、そのアーティストさんとか見てて、このソロでやってるけど、なんか孤高じゃない人いるじゃないですか。いますね、思い当たるな。すごいやっぱ横のつながりあるなみたいな、みんな並んでるな、ずらっと並んでる雰囲気がある人たちはいる。孤高じゃないわ、それは。それで言うとなんか僕らは孤高なんやだ、私まだ言われたことないんで、孤高とは。孤高のって言われ始めたらちょっとやばいな。一緒でしょ、オルタナティブって確かに一緒でしょ、孤高に近いか限りなくニアリーイコール。そうか、確かになんかキャラが強いですよねとか、確かに孤高に近いのかな。被る人がいないですとか、褒め言葉ではあると思うけど、確かに仲間いないみたいな意味合いが含まれてる気がするな。そうでもだからこそなんかこのそれが悪い意味とすると、いい意味はその一人で
こじ開けれる可能性があるっていうのは、うんうん、よく言うとね、うん、あと、リアルな話、お金を分けなくていいそれはでっかくないですか、そうそれとあとね、もうそのフットワーク軽くいけるっていう、予定とか確認しないで自分が行ければ行くっていう。あとだから方向性とか一緒でも毎回相談しないと、やっぱ、2人とか2人以上でやってると、チームがあるとかね、確かに、確かに独断でいける。そう。ザジさんはコンビ過去に組んでたんですよね。いや、組んで解散し、だから初め漫才やりたくて。はははは。ごめんなさい、 B リアルが鳴った今解散、コンビ組んで解散して繰り返しました、繰り返して。もうだからその時ぐらいにもうやっぱこんな解散してるってことはもう自分一人なんやと思って。さすがに自分なんだろう、自分にも原因あるというか、自分が一人が向いてるから解散してるんだろうっていうこと。いやだから人と合わすんが無理なんやろなって思った。だからそのバツ1ぐらいまでやったら、バツ1バツ2ぐらいかな、バツ2ぐらいまでやったらこの相性が悪いみたいな可能性が、そういうこともあるよねみたいな、人的にね、無理だったんかなって思う。でもバツ3ぐらいになってくると原因自分にあるんかなみたいなそう思わざるを得ないし、周りからもそう見えるでしょうね。そう見えるし、確かに5回そんな何回も確かにコンビ解散してたら確かに自分かってなりますね、そうかもしれないけど、それはなんか思い当たる節はあるんですか？自分はやっぱり自分の世界観を思う通りにしたいかも。だからこだわり強いかも。もしだから一緒に作ってもうまくいかなかった場合、相手のせいって思っちゃうかも。だから向いてないの。確かにそれやばいかも、一緒に作って少しずつ形を変えて、なんか作るもんなんじゃないんですかね、基本的には。でもそうやと思うけども、なんか本当にそのダメな時、もっとこうしてくれたらみたいなのを思っちゃいがち。なんかこれって、確かに今私一緒に2人で作って形を変えながら一緒に作るって言いましたけど、これ1パターンでしかなくて、2パターン目は片方が独断で作ったものをもう片方がこうインストールするというか、演じるみたいな感じですよね。てかそっちの方が多いのかな、漫才するとしたら。どういうことですか？片方の、例えばザジーさんが全部決めます、全部作って、もう一人の人はザジーさんのことが好きで信用してて合わせてくれる人。でもそういう形が多いんじゃないかな、お笑いの場合は。音楽と違って、なんかここ私考えますとかじゃなくて、音楽はねそれないですね、絶対ないですもんね。ラップとかでじゃああなたのラップはこれですみたいな印刷して渡したりとか基本ない基本ないとされてるとされてる、でも実は裏であるかもしれないけど、確かにそれとプロデュースに近いですね。アイドルプロデュースとかに近いかもしれないですね、書いてきてやってもらうみたいな。でもそれでもやっぱり細かくはその演じてくれる人の、なんかニュアンスが入るんで、それを面白いとする。だからお笑いも多分そうやと思う、その片方がネタ書いててもこの相方、ネタ書いてない側がどういったことを言ったら面白いかみたいなのを考えて、ちょっと味付けみたいな、そうっすよね。ザジーさんはそれではダメだと、やっぱり思う通りにしたいみたいなことを、なんか分かりやすいじゃないですか、一人でやってて、一人でやっててマジでそのオーディションとか賞レースとか、ダメやった時に完全に自分のせいというか、そうですね。で成功したら完全に自分のおかげというか、確かにむちゃくちゃ分かりやすい、こんな分かりやすいそれがいいってこと、それがかなりやりやすい。でもそうか、そうですね。まだなんか
そういう覚悟はないんですか？いやちょっと私はまだ人と何か折り合えるのではないかというそういう目線はある。まあでもまあそうですね。いやでも常には嫌だな。常には嫌だ。やっぱり一人が好き。一人で作るのが楽しいけれども、時々あるんですよ。なんかこの曲に参加してくださいとかそういう声掛けがあった時はまあ楽しいですね。その喜びはむっちゃくちゃあります。それでライブ出た時とか、それはかなりブーストされるなと思いますね。その楽しいしね。そう人に届くのもそうだし、なんか仕事してる時もその平等じゃないですか。平等にやっぱ対等な人がいっぱいいてるというか。だからソロでやってたら、その一人で現場行って一人で仕事して一人で帰るみたいなこの気持ち誰と共有すればいいのみたいな時ないですか？うわいやありますだし別にマネージャーさんとかなんかついてきます？いやほぼ来ないですよ。いやそうっすよね、私もほぼ一人で全部行くから、で行って、ちょっと不具合あってでまあ言うほどなんかこの大トラブルじゃないから、言うほどじゃないんけどちょっとなんか抱えたまま帰るの気持ち悪いなとか、言う相手いない。そう帰り道とかに言えたらねいいんだけど、そうでも別にこの SNS で言ったら変なやつになるし、かといってなんかラジオで面白話にして消化するほどでもないしみたいななんか自分の中でふって押し殺して切ないでもあるでしょ。ありますよ。何の気なしの日常のこととかを言える相手欲しいみたいなことは思いますね。この仕事でその一般の人でもないじゃないですか。そう例えば同級生とかね、普通に友達とか恋人とかできて、でも話してもこの仕事のこと分かってないから、そういう相手に言いたいんじゃないの。そうかといって同業者は同業者でなんか会う機会少ないし改まってこの前さっていうのも私ちょっと遠い距離の同業者に行っちゃってなんかすごい尾ひれついてどっか行ったら嫌だから割と仲いい同業者に言いたいし、みたいなみたいな時はありますね。でわざわざ電話するほどでもないしみたいな。電話してたらちょっとキモいでしょ、なんかちょっと、そう連絡するほどでもないことね、めっちゃありますね。何なんだろう一人ってねマジで。でも日記に書いてますね。日記日記っていうかまあデジタルなんですけど、普通にメモみたいな自分メモみたいのに、なんかこう本当に書きたいことあったらそこにペペペってメモして、後からなんかいや意味ないんですけど、ヒントになるかもとか思ってなんかそれで歌詞書くとかもあるんで、日記から書くとかかな。切なマジで。でもそれから作品生まれてるんやったらいいですね。まだいいですけどね。いや一人はね本当に一人問題ね一人問題ありますよね。そうやっぱりストーリーができないから。なんか書いてましたねテキストに長文に。なんだろうストーリー物語。そう言ったらケミってことですよね。そのケミカルそう反応が起きないから反応が起きないから複数人じゃないとケミって言うんですか。そうケミっていう言って使ってケミ新一座 G ケミとか言うんじゃないですか。わかんないけど、このケミ好きとか言うんじゃないかな。それが生まれないから。いやそうっすよね。ピン芸人同士でだから絡むしかてかこれでやってるんですよね。いろいろみたいなのをやっていったらケミが生まれるから、あれですけどやっぱ一人で発信してるとその人間が見えないというか。いやそうなんですよ。この人間って不意をつかれた時に見えるじゃないですか。そう何気ないなんかね会話の中で出たりだから一人でこの SNS とかしてもいやわかる。一人でラジオとかやっても自分の用意したものしか発信してないから、この
人間を肌で感じることが難しいだから物語になりづらい。私も思います。それ思ってて、いやマジで難しいですよね。だからいつも登場する一面みたいな登場人物が欲しいって思うんですけど、なかなか見つけられない。そんな人はミュージシャン同士ではなかなかたまに出るたまにみたいなことはあるけど、いや無理だな。普通に諦めてますね。その人とのストーリーは今まだちょっと取り組まないでおくみたいな。なんか一緒に YouTube とかやります？ザジバルのケミ。でもなんかこの人いっぱい増やすのありかなって最近思ってて、周りの実際そうだと思う、であれじゃないですか、 YouTube やってるスタッフとかとこう関係性見せる人とかいるじゃないですか。演者じゃなくても、作家とかそうなんかそういったこれ最近僕本好きでいろいろ読むんですけど、この周りの人を増やすと、自分の担当が増えるじゃないですか。担当というか、この人によって若干性格違うじゃないですか。この人に対する自分とかこの人に対する自分でそれぞれ、角度によって見える立体として違うじゃないですか。角の部分見えたりとか、面の部分見えたりとかするじゃないですか。によっていろんな人と会うことで自分のいろんな見え方があって、そうするとなんか強い自分もいるし弱い自分もいるし、柔らかい自分もいるし硬い自分もいるってなったら、自分の幅が広がって人生の可能性が増えるのではみたいな。それってその演者用の本じゃないんですか？みんな用の本。みんな用の本。そうみんな用の本。みんな用の本にそんなことが書いてあるんだ。それを自分なりに咀嚼して解剖して。それでもめちゃくちゃいいこと言ってるじゃないですか。そうだからいろんな人と会った方がいいのよ。だから芸人ばっかり会ってるよりも多分ここで会ったら絶対ミュージシャン、ラッパー同士で会ってる多業種とね、そう違う角度が見えるから。これはプライベートでももちろんそうだけど、自分のいろんな面をこう自分が知れるみたいなことにもなるし、だけど演者に置き換えたらそれを画面上でやってたら、ザジーさんがいろんな人と YouTube 上で絡んでたら、いろんなザジーさんをみんなに出せる、みんなに見せれるっていうことですよね。立体感が、立体ザジーが見せれるんだ。平面じゃなくなってくるという。やっぱ一人でずっと話してるともう平面やから、これは。そうですよね。私自分が見せたい自分しか見せないし、ね、コントロールするし、確かにだから人増やしたらいいんだ。そうだね、ほんまに人を増やすのは大事かも。ザジーと仲間たちみたいな YouTube にするしかないのかなですかね。でもシェアハウスとかってそうじゃないですか。シェアハウスを見せる人が多いじゃないですか。シェアハウス系芸人さん、で関係値が見えていろんな側面が見えるから、なんか面白いとか可愛い芸があるとか、なんかそういう風になって、みんな好きになるね。なんかルームシェア箱推しとかね、あるから。それだ、ザジーさん。私もでも増やすか、人増やしてって。増やすか。でもチャンネルとかやってるんですか？ YouTube はもうミュージックビデオが載ってるだけ、載せてるだけかな、基本的には。なんかあってもいいなと思ったんですけど、それこそ一人でやってるんで、なかなかそこまでなんかプライオリティ高くできないというか、ちょっと優先順位下になっちゃう動画とか、そうなんですよね。まずは曲作って曲のミュージックビデオ出すみたいな、でも追ってはなんかやりたいな、とかやったらいいじゃん、ポッドキャストとかで。そう、ポッドキャストはずっとやってて8年間もやってるのがあって、でも普通の友達とやってるんですよ。その相方2人いるんですけど、2人とも普通の社会人、ポッドキャストでしかなんか発信はしないっていう感じ、なんでラフになんか友達とずっと定期的に喋ってるのを流してるみたいな感じで。でもそれだったら
いつもの側面しか見えないですもんね。そうそのメンツでの側面なんで、その友達ノリみたいなのは、まあ確かにラップのしてる時の自分とはかなり違うけれども、まあその2パターンですかね、今のところはね。だからちょっとね、絶対見えてない面あるよ。ありますよね。そうだし、なんか私結構人に自分の素を見せるのが苦手で、今は素度は素度は素度が待って 100% が素ってことだと 100% 素と 0% が、全く外向きの自分ってことでしょ。いやこれ20か30ぐらいなんじゃないかなタクシーの中で。そうですね。いやどうなんだ、もうちょっといけてるかな。まあザジさん話しやすいですけど、話しやすいんだけど、なんかなんだろうな、半年ぐらい一緒にいないとその環境で本当にリラックスできない。芯からのリラックスは学校とか職場とかでも半年がなぜか節目でしたね。なんというか、そういう感覚ないですか？でもどうでも期間なんかな。いつも割と違う環境に行ったりするじゃないですか、芸人さんって違う場所でライブしたりとかするとき、その時になんかその新しい環境でリラックスできますか？いやでも場所でも人かな。人か、慣れてる人いたらでもなんかこの独特の恥ずかしさみたいなのは、その現場によってある、恥ずかしさ。この自分がものすごく知ってる人と自分がちょっとその距離を置いてる、まあその距離なんか関係値として距離感がある人の3人とかになったら、確かにどっちに合わせるか。そうあれ多分ねよくあるというか、だから結婚式とかも多分そうなんですよ。あれ当事者は全く知らない人とかなり馴染んでる人、この職場の人と学生時代の友達と親とみたいな、そういうことか。そう全部側面違うから、確かにどういう振る舞いしようか迷うみたいな。そういうのか。だから僕やってみたいんですよね。それをやってみたい。そうだからそれをやってみたいから結婚したいかも。異様な空間だけですよ。気まずい空間に行ってみたい。夢みたいな。夢ってなんか幼馴染出てきたと思ったら同業者出てきてみたいな。ありますよね、唐突のね。そう夢かのような空間を作ってみたい。同じ場所にこの学生時代の友達と同業者と親と親戚とみたいな意味わかんない。で横に一番好きな人がおってみたいな。この恋愛とかなんでそこでキスとかせなあかんのとか。てかなんで恋愛をそこで公開しなきゃいけないわけみたいな。そう意味わからん。体験はなんかしてみたいですか100万とか200万払ってもやる価値あるんかなって。初めて聞いた。それ理由で結婚したいって言ってる人。結婚式したいみたいな。それだってその理由で人集めれるのって確かに、まあ結婚式と葬式ぐらいで自分が死認できるのが結婚式しかないから。死んでたら見えないからね。そっか。それ理由で何回も結婚するとかあるんじゃないですか。この楽しさ忘れられないって言って来てくれへんやん、そんなもん。2回目3回目は付き合ってくんないか。サジさんが何の格好してるかも気になるな。なんか白いなんかてかレースのなんか花嫁側の格好似合いそう。着きました。じゃあちょっと僕も先に。またお疲れ様でした。お疲れ様でした。
いやー美味しかったいやうまね。かったっすね。炙り縁側があ好きなんで。まあ寿司はもう炙ればうまいからね。炙れば炙るでいいよね寿司ってね。サーモンもね。炙ればうまいからね。そっか。いやまあお互いもう似てるもんな俺らな。マジで。まあだからそのグループは6人っすよね、6人でちょっと今一人逃亡中というかちょっとややこしいんだけど今一人で逃げてるんで、グループというくくりでは6ですよね。まあそうだねだから一緒だよね6だもんね。6です6です。そうだよね。6の同級生で、同級生ってことは6人とも年齢は一緒ですか？あ、じゃあもう完全に一緒ですね。だからそれが1個年齢が違うだけというか。そうだね 1個下の世代って感じだよね、まんまだな。いやでもまあよく言われない？その友達と仕事してて言われる。それさもうみんなに言われるよね。言われる。友達と仕事するのなんかどうなのみたいな。そうなんか大体友達と起業したら失敗するみたいな話を持ち出されて、ジンクスレベルでありますからね。そうなんかそのちょっとこう経営者の人とかさ、に会うと全員に言われるよね。言われまマす。ジで言われる。本当に言われる。そうなんだよね。なんて答えてんのそのテンプレの質問に対してまあちょっと活動休止しちゃった身なんであれですけどまあ前向きだねあれだから前向きではあるんですけど、まあでもなんて言うんだろうな、方向性をちゃんと揃えておけば別に問題ないのかなっていう印象ですね。であとそのなんて言うんだ、ボスザル構造をちゃんと作る。おーなるほどね。だからまあうちで言うとワイテルズで言うと僕が一応一番、ボスザルポジションだったんで、うんまあだからそうですね、ちゃんとリーダーシップがないとまあなあなあになって破綻していっちゃうもんね。なんかみんなの言いたいことが言えて全部が採用される場所だと多分、輪郭がパッとしなくなっちゃう。どうすか第2グループ第2もチームというか。でも本当に喧嘩しないね。ぶつかんないんだよね一切。本当にないね。なんか YouTuber の友達とかでグループ系 YouTuber とかさ、いろいろあったりするけど、みんなやっぱそこはめっちゃ喧嘩するっていうから。うちも鬼のようにしてます。あ、そうなんだ。してました。いやしないねなんか名前の通り第2グループだから、そのあんまりこうイケイケな人じゃないからそんなにズバッとお気持ち表明しないとか感情を表に出さないとか。グループの名前の、その第2グループの由来は何なんだ？第2グループはその学校の二軍的なヒエラルキーのところから取ってるから。なるほど。なんかこのクラスの一軍のワイワイしてる人たちじゃなく、この日陰の部分でやってますよっていうのがあれだからね。そういう意味があって、まあだからやっぱりそこはじゃあそのメンバーさんの気質とかも割とそっち寄りが多い。多いみんなそう。僕も含めてそうだからなんかぶつかんないけどまあ大変だよね普通にやっぱそうなんかそっちの方がなんかうまくいきそうな感じありますけどね。多分それは衝突してても大変だろうしあれでもそうだけど、やっぱその友達と仕事するって大変だよねまあ当たり前に大変ですね。その僕らも収益が発生してぐらいから、友達からビジネスパートナーになっていくじゃないですか。そうだね。でも意識してたのはやっぱゲームを裏でやる時間とか、そのみんなでご飯行く時間とかで、その友達として遊ぶ時間は忘れないようにしようみたいなのはちょっと、そう旅行行ったり定期的に、とかはやってはいましたね。これはね本当 YouTuber が全員抱えてる問題というかね、仕事っぽくなりすぎてったら良くないし、かといって昔みたいな友達の空間を保つには難しすぎるっていうね、それはめっちゃ思う。だからどっちにも瞬時に慣れちゃうふわふわした状態な感覚でした僕らは。でも本当一緒かもな。いつでも友達戻れるし、ゴリッとビジネスもできるみたいな、すごく曖昧な距離感。それで言うと、やっぱり自戒も込めて、このやっぱボスザルが、自分が暴走しすぎると友達関係が若干破綻していくというか、この
リーダーとして当然なんか規模を大きくしていきたいとか、じゃあ会社として利益を上げたいとか、成長していきたいとかっていうこの成長志向上昇志向が強ければ強いほど若干その友達関係がどんどん崩れていくじゃん。本当にそうでちょっと今思い当たる節しかなくて、首を縦にしか触れないんですが、結局なんかそのめっちゃ急加速急勾配の成長を描きすぎると、やっぱりなんかその友達の関係値が若干離れていくから、なんかそれでめっちゃ失敗してきたし、だからこそなんか今はその無理のない成長曲線でこの関係をちゃんと保ちながらゆるく成長していければいいかなみたいなのがあって、とはいえ自分の夢もあるわけじゃん、その YouTube で大きくなるじゃない、その YouTube の先の夢がある中で、これいつまでやろうかなみたいに考えてた時期もあったね。なるほど。まあちょうど 2,3 年前ぐらいすっごい考えてた。そのこのままゆるく友達でいたいし、ゆるくやっていくしかないんだけど、まあこれで自分のあれも将来もあってどうしようかなみたいなのはなんとなくねすっごい考えてた時期があった。なるほどな、そうね。まあでも僕はかなり暴走気味だったかなでもさ、多分暴走気味じゃなかったらもっと前にねなんかその破綻しちゃうと思うんだよね。まあでもそれはそうかもしんない。絶対的であることはまあ本当に時と場ではあるが、これはもうしょうがない本当にしょうがないと思うし、より強い世界観を作ったりとか、なんかその尖ったエンタメを作りたいとかってなってったらこだわらざるを得ないし、妥協できないし、ってなってったらそのやっぱりこうもうワンマンチームになっちゃうからね。YouTuber でワンマンチームじゃないところグループでね、聞かないもんねやっぱり。多分そんなに上に上がってこないんだと思う。それは多分そうですね。だから色が出てこないし、こうねなんかボケたニュアンスになりますよね多分ね。そう確かに。もうその結構言ってた。僕全然言いますね。結構詰めんのその。いやまあでも物にだから昔はすごく詰めてたんですけど、ある時から、分かった、もう一回俺に任せてくれっていう時期が来て、ちゃんとで、それはもう僕がやって結果出すんで、もうそれでもう文句言わないでねっていうところがすごく一回作ったんですよ。僕自分のテリトリーを作って、ここから先はもう侵入不可、もう僕がやりますっていう、でその代わりそっちはもう任せて、僕はそっちにもそんなにもう言わないです。アドバイスとかはするし、どうなってんのって聞くけど、別にこうしろああしろは、その全体方針を作ってるから、そこにのっとってさえくれれば、もう個別にいちいち言わないですよっていうフォーマットを作ってやってました。めっちゃリアルっていうの分かるわ分かるわそれ。いやそのね、いやこれ本当に難しい話なんだよね、多分俺で言うとほぼ同じような感覚で、まあ要はこうめっちゃ言ったりとかしすぎると、この友達の関係性壊れるから言いにくいしあんま言えないなはあって、とはいえこのままよりもこうした方がいいのにとかっていうのすごいあるじゃん、こうしたいこうやりたいこうやってなんでこんなスムーズにいかないんだろうみたいな、なっていって、でもこれのそのままぶつけちゃうと、友達関係崩れて動画も変な感じになるから言えないなってなった時に、この自分の周りのメンバーじゃないこの外部のスタッフというか、なんかその同年代の人とかとなんかその独立チームみたいなのを作って、もうこれやるわ俺って言ってその会社の成長とこの友達の関係両方取るためにはこの道しかないんだみたいな感じだよね。僕も完全にそうですね。自分でスタッフ集めて、ちっちゃい山をまた別で作って、そこを完全なる僕のテリトリーというか、でそこでもう結果出すからいいでしょみたいな、ちょっとまあ、メンバー目線からしたら突き放された感じというか、まあ見捨てられた感じは若干出るんだけどまあその
ち目線もそれしかもう道がないっていうね。そう友達と仕事をしててね。そうなんだよな。そうなんだよね結局ね。もう生地メンバーも頭がいいかったんで、僕の場合はというか、別に第2グループさんがどうって話では本当になくて、まあ中卒が半分ぐらい違う本当に違うんだけど、まあだから、ね、なんなら多分僕が一番学校の成績悪かったんですよ。あ、そうなんだ。そう。テストとか成績は多分6人中僕が全然ドベで、みんなめちゃくちゃ賢かったんですよ、テストの点数はみんな学校の成績すげえいい5人だったんで、そこになんかテストの成績が悪かった一人が、なんかこうああだこうだ言うのやっぱむずいじゃないですか、なんかその目に見えて頭の良さ出てるのにみたいな、っていう中で、まあでもその情熱だけは負けたくないと思って、そのエンタメへの情熱だけは負けないぞって思った結果、最終的にはまあ結果出して面白いもの作って数字取るからもう文句は言わんでくれの精神で、数字でもう黙らせるしかなかった。だからそこはメンバーにいろいろぶつかることもたくさんあったけど、結果的には話し合いだとお互いちゃんと確固たる、なんて言うんだろうね、そのロジックがあった上で活動をやっていたんで、でも結論はもう最後実力でぶん殴るしかなかったっていう、でもね20代で大成功してる人は大体このパターンだけどね中野くんのこの超ワンマンチームで、もうめっちゃ推進力あって、みたいなじゃないと多分そんなに上に行けなかったんだと思うんだよね。その中村がそのちょっと甘くて、まあみたいな感じの、そんなに推進力なく、でもみんなにちょっと優しいみたいなスタンスだったら多分武道館まではいけてないと思うんだよね、絶対に。まあそこはそうであったんだろうなと、いやそれは本当にそうだと思う。思いたいですね。まあもちろん多分本当に良くないことはたくさん言ってきたので、メンバーに対しても、だからまあでもそこも武道館で還元しようの気持ちはすごくあったんで、武道館の演出組む時とかも、まあみんなの滑走路になるようにと思って、最後がもう最後の活動のラストでこうフィナーレを飾る感じの武道館だったんで、じゃあみんなそのマイテルズを辞めた後何するのっていうのをヒアリングはすごいして、その上でじゃあなんかこういう演出にすると今後何をやりたいかがその来てくれたファンの人たちみんなにこう伝わるねっていうのは、もうまあ割と僕自身はそっちのけで結構5人分のなんか演出考えたりとかして、でもなんかさ休止した後にさまたみんなで集まって旅行行きましたみたいな動画とか、あれがなんか答えな気がするんだよね結局。まああれがあるからまあ良かったというか、まあその友達でいられたんだねっていう、このいろいろ頑張った期間もあったけど、そうなんですよね。あれはなんかすごくなんかファン心理としてはすごく安心する動画だよね。俺もだからその、第2グループってその中学の同級生でやってるから、長いっすよね。じゃあ超長いもん友達歴だけでもバカ長くて17、8年ぐらいで、すごいな。半分中卒なんだけど、だからその中学のクラスの同じなんだけど、その担任とこの前飲み行った時とかも、あいつらは本当就職口になってくれてありがとうなみたいな、なんかその中卒勢がもう本当になんて言うんだろうな、もうだから俺も最初言ってたのよ、なんかまあこれずっと続けるわけじゃないからみたいな、まあそれぞれの活動も意識しといてねみたいな、まあそのねそんな長くも続かないわけじゃん、そんな死ぬまでできることでもないから、最近だからそのメンバーとかにお前なんかもしかしてこの活動終わって俺らをリリースするわけじゃねえよなお前いきなりぽいはねえよなさすがにみたいな。だからそのリーダーとして滑走路を作ってあげるっていうのも、もしね、最後のクロージングとしていやそうなんですよね。そこは責任なんですよね。自分が引っ張ってきて無茶も言ってきたし、いろいろこう振り回してきたからこそ滑走路もちゃんと作ってあげるってのは、まあリーダーの責任というか、わがままいっぱい聞いてもらったからありがとねの滑走路は必要っていう。でもこれ言うはやすしですよそうですよまずそのやっぱ確かにみんなの人生を巻き込んで、自分のやりたいことをやるためについてきてもらって、
いろいろこう振り回しちゃったなっていう気持ちも当然謙虚な気持ちとして10ぐらいは持ってるんだけど、90ぐらいはいや俺めっちゃ頑張ってたしなっていうそのめっちゃわかるめっちゃわかるそれ絶対にあんの。めっちゃわかる。でもこの10を絶やさなければいい話だと俺思ってるから、これが0になっちゃったらアウトなんだけど1あるだけでなるほどなるほどそれが重要というかね。それはそうかもな。でもめっちゃわかりますね。100は言っちゃダメだから99俺超頑張りましたけどめちゃくちゃ考えてましたけど一人でみたいなことは思ってたし、それだから多分メンバー目線も逆の感情を多分持ってると思うんだよね。めっちゃこいつのわがままに振り回されてまあ確かに俺らはついてってやったよみたいな、まあそれでここまでいけたよなみたいな気持ちと、まあでもこいつのおかげで自分の人生が変わったよなとかありがたいなっていう気持ちを多分同じ配分ぐらいで持ってくれてればお互いそうお互い1ずつ持ってれば1ずつ持ってればいい。そういい確かにそれはそうかも。まあ本当にだからグループ YouTuber とかっていう概念が多分ここ最近すぎてね、なかなかないからね。友達と仕事してしかもねその誰かにプロデュースされてるわけじゃないとなおさらっすよね。その上に大人がいて集められてるわけじゃなくて自主的にキュッてできたそのチームというかグループで、自然と別になんかこう流れでリーダーが生成されて、結果その人がそのね舵取りをするようになった時の結局その運営の事務所とかがいるのってそのヘイトのはけ口というか、メンバーと、まあ、リーダーって対立しがちなんだけど、この運営ボタンがいることによって、こっちのちょっとなんかこっちにヘイトを寄ってこっちが団結するみたいなことは結構あるじゃん。敵として運営がいるみたいな。そう共通の敵は仲間みたいな感じとか、これはなんかファン目線もそうで、なんかちょっと不祥事というかイベントやらかしちゃったりとかなんかミスした時のヘイトを運営が背負ってメンバーに来ないとかあるんだけど、ここがないと全部来るしリーダーに全部飛んでくるし、その対立しがち、だから本当にね難しいケースだなっていうのは一番最初の話に戻って、友達と起業すると失敗するっていうのはそういうことなんだろうなって思うな。本当にそうだな。でもなんかそのめっちゃイラつくこともあんのよ。そのめっちゃイラつくなっていう時もあれば、あとなんかその友達でやっちゃってるから、メリハリが結構さ難しいじゃん。でなんかこっちだけめっちゃかかっちゃって、まだみんなちょっとダラダラしてる時とかに、いやもっとやれよみたいな感じになることもあれば、この緩さになんか支えられる時もあって、一回なんか撮影でもうほんと大やらかししてもう全然押しちゃって撮れないみたいな、でこれもう今日撮りきれなくてもこれ動画もう上げらんないしもう一回別日で撮りに行くしかないみたいな、もう結構その、まあ、当時事務所入ってたから、マネージャーとかも焦っててやばいやばいみたいな感じでやってた時とかはなんかメンバー同士とかがいやこれで一歩成長してましたね僕らみたいな、うわいいそのなんかちょっとした冗談というか、やっちゃったな俺らみたいなところに救われたりもするから本当にね一長一短というかね、なんかそうですね。だから使うとかでもないんですけど、ねなんかそこはめっちゃ乱数な感じありますね。まあ、これちょっと正直な意見を聞きたいんだけど、まあ、解散じゃなくて休止してから1年半ぐらい、1年ちょっとぐらい経って、恋しくなるもんなのか、今はその一人でやっていくことを謳歌してる段階なのか。まあぶっちゃけめっちゃ謳歌してますね今は。はい。あ、そうなんだ。なんか、もちろんプライベートの関わりはあるんで、それこそ歌の道に進んだ金時ってメンバーとかに作詞お願いされて、作詞したりなんか音楽のちょっとプロデュース的なところで付き合ったりとか、なんか他にもなんかゲーム会社を作ったブルークっていうメンバーもいるんですけど、そのメンバーとかとはもう定期的に話して、なんか最近のエンタメ、それこそ、上海とか行くと、なんかこう面白いエンタメめちゃくちゃあるんですけど、その上海に行った話とかをお互いにしたりとか、なんかそういうつながりが別にあるんで、なんかいわゆる恋しさみたいなのは多分
そんなにないかもっていうのはあるっすね。いやだからそれはちょっと未知の世界だから10年やって、まあもうそこがもうほぼ人生じゃん、もう20代の中心の、そうですね。それが一旦休憩になってぽっかり心に穴が開く感じになるのかなとか、なんかね自分がこれ失ったらどうなるんだろうってたまに考える時があるのよ。もうこれ人生の中心すぎるしなんかもうこれでしかなかったから自分はこれがなくなった時に自分はどんな感情になるんだろうなっていうのはすごく興味があったんだけど、でも活動休止して半年ぐらいはそんな感じでした。時間が解決ってとこはあると思います。恋愛だね。恋愛っす。恋愛だわこれ。大恋愛をして10年の大恋愛10年の大恋愛をして、まあ、当時9年かな、休止は9年だったんですよ。9年の大恋愛して、急に毎週ね週 2,3 で撮影してたのがぽっかりなくなって。そうだよね。だから9年付き合ってた彼女と30手前で別れていや一旦遊ぶぞもう今は一人を謳歌する時間みたいな時代だよね。感じっすね。いいね。遊びますかじゃあ遊びますか。お酒飲むんすか。飲みます。飲みます。じゃあ2軒目もキャバクラ行きましょう行きますか。そうだね。タクシー来ました。タクシー来た乗りますよ。乗りましょう。じゃあ奥入らせていただいて。よいしょ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 。運転手さんすいません。養老の滝までお願いします。滝修行するってこと今から。いや違いますよ。お店ですよ、お店。お店の名前なの。お店なんですよ。何があるんですか。お酒です。お酒だなんてそんな大人な今までのお店にもありましたよ。そうなんだ。実はね。そうなんだ。実はね。トモさんお酒飲むんだ。まあその毎日飲むとかじゃないですけどね。大人ですね。なんかお酒飲むって大人な感じしません？そうですか。もういやおじさんなんでね。やっぱ王子ってお酒が好きなんだ。なんか外で飲むお酒が好きで、あんまりその家で飲むってのはやらないんですよ。飲むとしたら配信の時とか。配信で乾杯みたいな。そうですね。配信で雑談しつつ飲むとかぐらいでしかしなくて。楽しそう。まあそうですね。それが楽しいからやるぐらいで。でもそれもたまにで基本的にはその誰かと外で、お酒飲みながら話すっていう方が多い。じゃあそういう空気になったらみたいな。そうですね。なんでお酒全然飲まないタイプですか。女子高生なんで。そうですよね。知ってました。そうなんですよ。ちょっと大人っぽい感じに見えるんですけど、実はちょっと女子高生なんですよ。ちょっと年齢不詳の。そうですよね。18歳ですもんね。いやちょっと年齢はちょっと不詳なんではいちょっと言ってないん
ですけどあれ女子高生ではありますね。あれなんか18歳って書いてありませんでしたどっかに。なんか書いてありましたよね。バーチャルの世界ってうんいろいろねあるんで、あるんですねその悪魔だったりとか、うんまあ、すいませんちょっと人間と次元が違うんでちょっとそこは話が合わないかもしれないですね。そうですね。人間界はまだまだ、いやまだまだちょっと、はいすみませんね。まだまだそうなんです、遠いんですよ、そううですか、ちらとは。そうですか。はいなんでまあそんなにですけど。そうなんですよ。でもみんな大人だな。いや大人でも嫌ですよ。その嫌じゃないな。いやなんか僕、あれなんですよ。40になったんですけど。おめでとうございます。ありがとうございます。その40になった時っていうのはその40っていう響きがすごい嫌というか。やっぱりこの30と40の違いみたいな。いやー違いますあるんですね。かね。違いますね全然ね。30代っていうのと40代っていうのって、はい違いますね。やっぱ違いますか。そのなんかもう最近はそんななってないですけど、いや40になってから、例えば誰かと絡んだ時、他の配信者さんと絡んだ時に、何歳ですかとかさ、何歳になったんですかみたいな。ありますよね、そういう流れあるじゃないですか。ある。それ聞かれた時に全然その聞いてくれる分にはいいんですけど、その自分で40っていう重み、40になったんだっていう現実感も増していやみたいな。そうです改めて僕って40なんだっていうあれ俺40ですか。になっちゃったんだみたいな感じにすごくなるんですよね。へー。なってました。なんですけどなんか、考えがちょっと変わって、40代だからこそできることとか、まあ、本暇さんも言ってましたけど、チャレンジみたいな。チャレンジ、はい。8周年だからチャレンジしたいみたいに言ってらっしゃったじゃないですか。はい言ってました。だからそういう感じで、じゃあ40代になったからそろそろチャレンジできるんじゃないみたいなこととか、なんか前向きにちょっとこう、40代楽しもうじゃんみたいな方向性になんかなりつつあって、うわー素敵ですねそれは。そっちの方が楽しいですもんね絶対。そうですよ。40歳ってイメージ的には、はい、めっちゃお金持って余裕のある大人イメージあって。いやいやそんなことはないですけど。いやなんかそんなことはないですよ。30とかって仕事に必死で、はいはいはい、 20の時ってちょっとまだお金も貯まってなくて、ちょっと学生気分抜けないまま、ちょっと子供と大人の間をさまよってるぐらいのまだ感じなんで、40ってなってくると大人だし、なんかちょっとその大人の風にもなんかこう慣れてきてるというか感じがして、個人的にはめっちゃどっしり構えた、まあ確かになんか40代みたいなイメージなんで、チャレンジするのも余裕を持ってチャレンジしたりとかできるのかなっていう。まあ確かになんかイメージがありまして、40代ってどうなんだろう、体とかは痛くなるのかな。いや痛くなります嘘。体漫画とかで見てたけど本当なんだ。そうですね。てか35を超えたあたりからリアルで言うとほんと35を超えたあたりからなんか体に不調が出始めるんですよね。 35？ はい、じゃあもう35を超えたあたりからだからそっからなんか不調。そうですね、この5年ぐらいなんかどっかしらが痛かったり、何かしらその体に影響が出たりだとか、病院に行く回数が明らかに増えてるみたいな感じですよね。本当にそれ実感したのが35歳とかマジでそうっすね。ですか。本当にそうっす。ガクってくるって言うじゃないですか。ですね。ガクってきたんですか。ガクってきたっすね。なんか骨痛えなとか感じ始めたのが本当そんぐらいだったっすね。そっからなんかいろんなものが出始めるというか。整骨院だったり。そうです。実際その5年のうちに確か俺首がヘルニア見つかってますし。首？はい。なんか胸が謎に痛くなるとか
心配だけどやっぱ本当にマジで出てくるんですよ。やっぱ体本当にも大人になってきてるってことなんですかね。いや大人になってきてるというか退化してきているに近いと思うんですけどね。はい。対価だなんて今からチャレンジしまくるのにそんな対価だなんてそうですね成長ですよ成長。そうだからやっぱそのために人間はやっぱエンジンからねやってきてるんだよ。でその退化しないために抗うためにやっぱその日々運動だったりとか偉いでもしないといかんですよねっていうことですよね。そうですね、はいやっぱりドンさんもそうですけど、私たちってこうパソコンに向かっておしゃべりしたりとか、はいはいはい。なんかちょっとストレートネックになりやすかっいやたりとか、そうですよね。画面系目ん玉痛くなったりとかするじゃないですか。目ん玉痛くなるっすよね。やっぱり気をつけないと普通の一般的なこうサラリーマンさんとか毎朝運動してる方に比べると、ちょっと体弱くなるんかなっていう節がまあ確かに若干だってあって、本暇さんとか歌も歌ってらっしゃるじゃないですか。歌ってるんです実は。そうですよね。はい。喉のケアとかもやっぱしてます？喉はしてます。ね喋るし歌うしでかなりその喉を酷使するじゃないですか。そうなんですよ。喉に関しては、私独り言がすっごい多いんですよ普段なんで配信中ぐらい配信外でも喋っちゃうんですよ。例えば配信外でお友達と遊んだりとか、普通にシンプルにゲームが好きなんでゲームしたりするんですよ。なるほど、配信外でも普通に。そうです。今日なんかしようとか今日格ゲーしようとかした時に、配信中と私配信外のあんま差がないので、なんかずっと喋っちゃうんですよ。それで喉を痛める機会が多いです。喋りすぎちゃうんだ。やっぱり配信中だと一応ねコンプラだったりとか、私も企業にいるので、一応そういうの気をつけながらやってるんですけど、2% ぐらい全然気をつけてないやってるんですけど、配信外だともっとこう好き放題やっちゃうんで、もっとテンション上がっちゃって、もっと声出しちゃってみたいな。それで次の日にガラガラみたいなうわじゃあまあ、配信でもそういうテンションの時はあるけど、配信外も割とそういうテンションになっちゃう。いやもう同じですね。やっぱゲームを楽しむまんまを映してるだけなんで、すごいな。なんか普通に楽しんでると声はやっぱりガラガラになりますね。いやそうっすよね。歌収録の前は、なんで配信休んだりとか、なんかちょっと今日はゲームやめとこっかなみたいな、今日はちょっとのんびりしたつもりにしとこうかなみたいなとか、テンションが上がりきらないやつってことですよねそうでちょっとチルいゲームやったりとかだから今日麻雀にしとくかみたいな。わかりますわ。とかそういうケアを声出さないっていうケアですかね。声何か喉を何かするってよりかは声を出さない。いやで偉いですね。ちゃんとそういう収録前とかはじゃあそういうことを徹底してるってことですもんね。はい偉いんです。いやープロ意識。ドンさんもありますか？なんか気をつけてることみたいな。気をつけてること、まあでもここ最近に言えば本当に体調面は気をつけてますね。やっぱりどんなことしてるとかありますか？いやだから最近言ったらやっぱ年齢も年齢なんで、ちゃんとその人間ドックに行くとか、おおちゃんとしましたね。すごい。健康診断なかなか行きづらいですからね。面倒じゃないですかやっぱ。何かないとね、痛いとこがないと行かないですもんね。病院って。基本的にそうですよね。歯医者とかもそうですもんね、痛くなってからじゃないと行かないみたいな行かないそうまあ一回行っちゃえばね、そっから直してでクリーニング続けてみたいなことができるんですけど、そのクリーニングもなんかね下手するとほったらかしちゃったりって人も多分多いと思うんで。いやほったらかしますね結構ね。そうですよね。やっぱ健康診断偉い。行きましたねちゃんと。で、初めての多分胃カメラみたいにしましたね。胃カメラ私1ヶ月後です。マジっすかするんすか？はい私偉いんで、健康診断を1年半に1回とか1年に1回ぐらい行ってて、
最近してないなってことでやっぱりまたやろうかみたいな、いやそうですよやっぱね。いや口からですか？僕がやったのは鼻からだったんですよ。で鼻からの寝たら平気とかじゃなくてはい局所麻酔だったんでずっと起きながらのタイプのやつだったんですよ。なんかありますよね、ふわふわする麻酔だったりとかね。もう鼻だけですかね。鼻にじゃあもう意識しっかりタイプ。いやもう意識もうバッチリですねバッチリでなんか入れる前に鼻にこうスプレータイプのものをなんかじゃあ右の鼻に3回やれますねみたいな「てってって」ってやって「でどうですか?」みたいななんか喉に流れてきますかみたいに言われて全然流れてこなくてやばい。じゃあとりあえず一旦もう片方もやりますねみたいな感じで「てってって」って3回やるんですけど全然流れてこなくてやばい。流れてこないおかしいなみたいに言い始めてなんかじゃあ行きたくない病院でじゃあもう一回やりますねつってつってそれ計12回やりました俺喉に全然流れてこなすぎてなんか麻酔かなんかですよね、その当たった時になんかそうなんか良くないみたいなね。そうでそれを12回やって結局なんか俺の鼻が悪いのかスプレー側が悪いのか分かんないんですけど、そのスプレーもなんか流れづらいとかね。はい一回なんか交換したりとかしてたんですけど全然流れてこなくてで最終的に俺流れてこないままでも大丈夫だと思いますみたいな、いっぱい打ったんでとかって言われていいんだみたいな感じで実際ベッドの方行ってでそこでもなんかもう一回なんか麻酔みたいなのやるんですけどその時にはなんかちゃんと流れてきてよかった。そうでよかったと思ってで、左の穴と右の穴どっちが今鼻通ってますかみたいに聞かれてやっぱあるんだ、その鼻通り。そうあるんですよね。なんか片方だけどっちかが通ってるはずなんですみたいな両方通ってることってなんか多分なんとなくこう吸った時に分かるじゃないですか。でその時左が通ってると思ったんで、左でお願いしますってやったんですけど、全然胃カメラが通っていかないんですよ。なんか鼻の奥がちょっと狭くなっちゃってて、こうなんかこれちょっとなんかいけないっすねみたいな感じ言われちゃってで左の鼻抜かれてちょっと右で行ってみましょうみたいな感じで言ったらすんなり通ってよかったで行ったんですけど、こう鼻から入ってって喉付近に来た時にもう初めての経験すぎて初めてだったんですね。本当に初めてだったんで、もう苦しい死ぬみたいになっちゃったんですよ急に来たもんだから本当にびっくりしちゃってやばい俺これ死ぬみたいにちょっとね一瞬パニックになって思わず立ち上がりたくなるぐらい体がグッて動いちゃうみたいな硬くなっちゃったんですねで先生ちょっと抑えられるみたいなそう感じになっちゃってマジで焦りましたね。苦しすぎて。で無事入ってでその喉を通過してからはなんか違和感あるなと思いつつでも画面も見えてるんで入ってってるんだなって感じで、で胃の方に行って胃を見た時に、なんかポリープがちょっとあるっぽいけど多分これ良性ですみたいな感じなんでそうほっといていいっていうような感じで、でなんか綺麗ですねみたいな。でなんかちょっとだけ逆流性食道炎の毛があるけど今の段階なら大丈夫ですみたいなような感じのニュアンスのことを言われて、でじゃあもう戻りますねってで戻る時絶対ケープしないでくださいねみたいなこと言われていやそんなこと言われたらしたくなるじゃんみたいな。頑張って俺は偉いんで絶対耐えて1ヶ月後なのに聞いちゃったなんかいろいろ耐えてでもその間やばいっすね、あれ本当よだれと鼻水がもうダラダラ。いやわかります。もうなんか自分の羞恥心なんてなくなりますなくなる本当になくなりますね。わかります。ダラダラの状態ででなんとか戻してもらって、で
終わったんですけど、その、最初に左の鼻に入らなかったって話したじゃないですか。はい。そしたらそっから出血鼻血が出ちゃって、人生初めて40分間ぐらい鼻血止まんなかったです。笑い事じゃないですけど、止まんなすぎじゃないですか。マジで俺も自分で笑っちゃったっす。これ鼻血ってこんなに止まんないのってぐらい止まんなくて怖い。なんか他なんかあるんかなって思っちゃいますよね。40分も止まんなかったら。そうなんかでも本当に止めるしかないから、そのなんかよかった。でも何もなかったんですよね。何もなかったです結局は。結局なんかただちょっと傷ついたとかなんですかね。本当に多分鼻がちょっと傷ついちゃって、粘膜的なね、そうあれがで鼻つまんでてくださいねみたいな、強くつまんでてくださいみたいな感じで、だから圧迫すれば血が止まりやすいってことで、なるほど。やってたんだけど全然止まんねえと思って病院のティッシュなくなるんじゃねえかぐらい本当に箱ティッシュ使いまくって、うわー、すごい経験しましたね。しましたね本当に。それでもある意味チャレンジではありますね。いやチャレンジでした。あれは完全に胃カメラってやっぱチャレンジでしたね。初めてだったんですね。初めてです。普通に40歳デビュー。はい、40歳デビュー。その健康診断っていうものはやってきたけど、そこまでのそのなんか大掛かりないろんなものをやったってのは初めてで、血液検査ぐらいで止まってたんですね。そうですね。毎年なんもないんでそろそろええやろって思ってるんですけど。いややった方がいいっすよね。なんか安心したくて。いやそうですよね。いやでももう嫌ですね今嫌だ。俺もその嫌だ、やりたくない。寝てたら済むやつがいいなと思いましたもん。なんかトラウマじゃないですけど、心が怖いんですよ。なんかその別にやること自体はそこに行ったらもう大丈夫なんですけど、そこ行くまでが今日やるんだ今日やるんだ今日やるんだみたいな俺もだからやっぱり1年後にはもう一回やりましょうみたいなこと言われましたもん。ですよね。1年間に1回ぐらいがいいみたい。やっぱやった方がいいっぽいですね。でもいいじゃないですか、早期発見とかそっちの方ができますよ。いやまあそう、それ越したことないんで、多分ね本当いつ出てもおかしくないなっていう感じの年代ではあると思うんで、ここからは毎年ちゃんとやろうかなと。大人な話を聞きましたかなりいや大人の話なのか35っていう数字覚えてきます35からガクッときた。そうですね、これよく言われる話だとは思うっすね。じゃあもうオールとかしてもちょっとしんどいですか今は。もうオールしんどいっすね。普通に寝ないで仕事行くとかありえないっすよねもう舐めてるなとしか思えないぐらいのやっぱ睡眠はやっぱしないと。さすがにそうですね、 2,3 時間やっぱ取らないときつすぎますね。やっぱ学生の特化みたいなですよねオールって。なんかいやそうっすね、2日起きてるよとかはもう言えないですもん。もう2日起きてるなんて何言ってんのっていう感じですね本当に。ちょっとなんか大先輩のお言葉聞けてちょっと胃カメラ頑張ろうかなって思うのと40歳になったらいろいろチャレンジ何しようか考えようかなって。そうですね。なんかただの弱ってるおじさんの話みたいになっちゃいましたけどいやでもタクシーの中でちょうどなんかいい感じの話できましたね。ではありましたよ、かなり。って言ってる間に養老の滝へ着いたようなので、これはつきましたね。ちょっと体に気をつけつつ、そうですね、ご飯食べましょう。お酒も飲みたいと思いますでは降りましょう。では降りましょう。はーい。
全然乗り気じゃない飲み会なんですけど、丸ヶ丘3丁目の焼き鳥屋ショーまでお願いします。乗り気じゃないとか言わなくていいからお願いします。